こんにちは、ギタリストの鈴木健二です。今の演奏、実はこの手のひらサイズのトーン X プラグの音なんです。今日はこのリアルなアンプサウンドをポケットサイズで持ち運べて、でも使い方はすごくカジュアルなこのトーン X プラグをレビューします。まずはその中身を見ていきましょう。PC 版のソフトから始まり、足元で使えるトーン X ペダル、さらに小さくなったトーン X1 と進化してきましたが、ついにここまで来ました。ギターやベースに直接挿して使うトーン X エコシステムの最小デバイスです。まずは仕様を見ていきましょう。入力はギターやベースを直接させる標準フォンプラグ。出力は 3.5mm のステレオヘッドホンジャックになっています。バッテリーは USB-C の充電式です。1回のフル充電で最大 5,6 時間たっぷり使えますし、モバイルバッテリーからの給電にも対応しています。コンセントの少ない屋外でもバッテリー切れの心配はありません。で、この USB-C 端子は充電だけでなく PC やスマホとつないでオーディオインターフェースとしても機能します。操作系は驚くほどシンプルです。ボリュームボタン、プリセットのアップダウン、そして電源ボタンのみです。原因や EQ のつまみがないじゃんと思った方、ご安心ください。細かい音作りは使いやすい専用アプリで直感的に行えるようになっています。このシーザーの本体の中には30個のプリセットが保存されています。で、バンクの切り替えは LED の色で判別できるので、スマホが手元になくてもこれ単体でお気に入りのサウンドを切り替えて演奏できます。はい。見た目はプラスチックで、一見するとおもちゃっぽく見えるかもしれません。本当にこれで練習できるのとか、デジタル臭いんじゃないのっていう、そういう疑いたくなりますよね。そこで今回は究極の実験を用意しました。今僕の後ろにあるこのアンプ。それから、ブースにあるね、マーシャルのキャビネット。これを実際にキャプチャして、トーンモデルとしてこのトーン X プラグに入れました。この数十キロの真空管アンプとこの数十グラムのトーン X プラグ、本当に音が同じなのか、聞き比べてみましょう。はい、じゃあまずはパターン A 聞いてみてください。はい、続いてパターン B 聞いてみてください。どうでしょうかね。どちらが実機か、どちらがトーン X か、わかりますかね。正解は A が実機、B がトーン X プラグでした。もちろんね、アンプを目の前で鳴らした時の音圧とか体感っていうのはないです。ですが、マイクを立てて、ロコーディングルームのスピーカーやヘッドホンで聞く音としては、実機とほとんど区別がつきません。つまり、マイキング済みの完成されたアンプサウンドをポケットに入れて持ち運べる。これがトーン X プラグの進化なんです。はい。では、もっと細かく音作りをしたいときはどうするか。スマホのアプリ、トーン X コントロールの出番です。Bluetooth でサクッと接続すれば、アンプモデルの変更はもちろん、ノイズゲート、コンプ、リバーブディレイ、モジュレーションといったエフェクトも指先一つで調整できます。アプリで細かく調整できるのはもちろんですが、最初から入っているプリセットも即戦力です。ちょっといくつか弾いてみます。
これやっぱこの小ささでここまで作り込めるのはやっぱ驚きですよね。もちろん普段愛用している他社の IR、インパルスレスポンスですね、もロード可能です。スマホ内のデータをアプリ経由でインポートできるので、お好きなこだわりのキャビネットサウンドをそのまま持ち運べます。特に IK マルチメディアのクラウドサービス、トーンネットを使えば、世界中のユーザーがアップした無料のトーンモデルから、プロが制作したより高品質な有料コレクションまで、膨大なサウンドをダウンロードして、この小さな個体に詰め込めます。そして練習に欠かせないのが Bluetooth オーディオ機能。スマホの YouTube や音源を Bluetooth で飛ばして、それに合わせてソロを弾いたりバッキングトラックに合わせて練習もできます。ケーブルレスでこれができちゃうのはミニマムな練習環境としては結構最適ですよね。さらに USB-C で PC やスマホにつなげば2 in 2 out のオーディオインターフェースにもなります。ここでちょっとだけ詳しく説明すると、モニタリングはダイレクトモニタリングが基本はオンになっています。オフにすることもできます。つまり、自分のギターの音は PC を通さず、このトーン X プラグのイヤホン端子から、ほぼゼロレイテンシで聞こえて、そこに PC からのオケがミックスされる仕組みです。だから本体のイヤホンで音を聞く限り、音が遅れて弾きにくいなんてことは一切ないので、安心してください。本当にこのミニマムな環境でも DAW に録音できてしまうのは本当便利ですよね。で、ただ個人的にはオーディオインターフェースは別途用意した方が僕は使いやすいです。これはご自身の環境に合わせて選んでください。ここで一つ重要な注意点です。変換ケーブルってアンプやミキサーにつなげばライブでも使えるんじゃないかと思う方もいるかもしれません。技術的には音は出ます。ただ本機はあくまでヘッドホン、イヤホンでの使用を想定して設計されています。もしエフェクトボードに組み込みたい。どうしても足で踏みたい。例えばライブハウスやリハーサルのアンプで鳴らしたいっていう場合は、素直にトーン X ペダルかトーン X1 を選んでください。ただ、ここで大事なのがトーン X エコシステムという点です。トーン X シリーズはすべて同じサウンドエンジンを共有しています。
つまり、プラグを使って、例えば自宅でじっくり作った最高のサウンドは、そのままトーン X ペダルやワンに転送して同じ音で鳴らせるんです。なので、練習用のおもちゃではなく、メイン機材と完全にリンクする練習ツール。このね、シームレスな連携こそが他の小型アンプにはないトーン X だけの強みです。どんな人にこのトーン X プラグがおすすめか、まとめておきます。まず間違いなくおすすめなのは、自宅で大きな音は出せないけど、練習の音質は妥協したくない。そしてリビングや寝室、出張先のホテル、もしくはライブの楽屋など、場所を選ばずに良い音で弾きたい人。あとは、すでにトーン X ペダルを持っていって、サブ機としてもっと気軽に持ち出せるデバイスが欲しい人ですね。逆におすすめしないとすると、例えばライブのステージでメインで使いたい人。これは先ほどお伝えした通り、ペダルかワンを選んでください。それからスマホでの操作が面倒で、本体のつまみだけで音作りを完結させたい人。こういう方は物理ノブがある従来の機材の方が合っているかもしれません。トーン X のリアルな音をポケットに入れて持ち運べる。ここまで手軽な高音質なギアっていうのはなかなかないですよね。本当にパッと気軽に音が出せるので、ついついね、時間を忘れて弾いてしまうこともあるんじゃないでしょうか。今回紹介したトーン X プラグは、イタリアのメーカー IK マルチメディアの最新作です。そして日本国内でのサポートは代理店のフックアップさんが担当されています。海外製品ですが、国内の正規品ならサポートもしっかりしているので安心して使えると思います。で、このトーン X プラグの詳しいスペックや価格、購入リンクは動画の概要欄に貼っておきます。気になった方はね、まずそこからチェックしてみてください。はい、ここまでご覧いただきありがとうございました。このチャンネルではいろいろな機材を正しく良い音で紹介したり、サウンドメイクのアイデアなどをお届けしています。機材選びを選ぶ方のサポートができるように、できる限り丁寧に作っています。もしもね、動画が気に入ってくれたら、チャンネル登録と高評価をぜひお願いします。また、僕の実機のアンプのキャプチャー、トーンモデルなどは、オンラインサロン鈴木健二のギターサウンドラボでも配布します。ぜひね、チャンネルのメンバーシップをチェックしてみてください。というわけで、最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。